こんにちは。大阪市立大学コイル推進室の中島茂弘です。2020年3月に実施いたしましたオンライン研修の報告ということで、今回はグループ3、こちらのグループはインターンシップ先として当初ネイバー2ネイバーのコミュニケーションサービスというところを予定していたグループなんですけれども、こちらのグループが実際にこの研修でどのような学習をしたのかということについて説明をしたいと思います。はい。スケジュールの概要なんですけれども、どうしてこのようなスケジュールになったのか、そして、どのような、このスケジュールの細かい中身につきましては、すでに、他の動画で説明させていただきますので、そちらを参考にしてください。ここではかいつまんでお話をします。この、3月16日から3月24日に実施したこの研修は、大きく分けて3つのパートからなります。1つ目が事前キャンプですね。でこちらの方は、座学ということで、その今、研究の調査研究を行おうと思っている、対象、もしくはフィールドワーク先につきまして、そこが解決しようとしている社会的課題について、まず取り巻く環境であるとか、制度であるとか、経緯であるとか、そういったものについて調べ、そして、フィールドワーク、今回はフィールドワークになるんですけれども、いつもの実際に行き来する研修ではインターンシップ先なんですけれども、そちらの基本的情報を整理するというようなことに当てております。で次のフィールドワークなんですけれども、こちらはですね、現場体験と仮説検証ということで、アメリカの学生の皆さん方には、インターンシップ先として想定していたネイバー2ネイバーのコミュニケーション部門に、電話をしたり、もしくは E メールをしたりといった形で調査を行う。そういったものを中心とした機関になりますし、日本の学生におきましては、類似するサービスを日本ではどのような形で受けることができるのか、どういうところが提供しているのか、そういったものを、そういう実際の状況というものについて調べるのがこの間になります。そして最後、事後キャンプとしまして、事前キャンプおよびフィールドワークをする中で得られた知識であったり、考察したことであったり、そこで考えた仮説検証であったり、そういったものをレポートとしてまとめていくと、そういうような期間に置いています。で、これは、過去5回のすべての研修で同じような方式をとってるんですけれども、グループごとにですね、このようなワークシートというのを作っています。でこれは初日から最終日までのですね、学生の皆さん方にその各グループで今日この時間に何をするのかという指示を出しています。このグループ3の場合、今回、数えてみましたら15ページありました。で、今回の、研修からですね、日本語と英語を併記しております。でこれから先、この具体的にワークシートに書かれているということを一つ一つ紹介させていただきたいなと思っています。まず、この第3グループのテーマとゴールと目的なんですけれども、テーマとしましては、その社会的弱者への包括的支援ですね、というものについて考えたいなと思います。この、インターンシップ先でありますネイバー2ネイバーの、コミュニティサービスの部門というのは、そのスタッフの皆さん方自身が非常に特色としておっしゃっていたのが、非常に包括的な窓口的な、実際にそのネイバー2ネイバー自身がさまざまな、社会的弱者への、支援というのを行っています。さまざまな支援を行うとともに、さまざまな支援に対する窓口としての役割も果たしているというふうにおっしゃってましたので、そのような機能といいますか、どのような社会的解決をこのネイバー2ネイバーはしているのかということを理解するというのが一つのテーマとしてありました。で、このテーマに対して具体的なゴールとして、
学生の皆さんがこの研修を通して、その社会的弱者の生活実態をまず理解すること、そしてその支援や救済がどういうものがあるのかというものについて理解すること、それが日本とアメリカでどのように同じ点があるのか、そして違う点があるのか、そのあたりがきちんと理解できていること、そういったものをこの研修のゴールということにしました。そして、目的ということなんですけれども、これはこのゴールに向かうにあたりまして、どのような、マイルストーンといいますか、具体的にどのようなことを調べてもらうのかということについて、この4点考えてみました。まず、社会的困難、もしくは、支援が必要な状況というのはどういうものなのか、その中身についてきちんと知ること、そして、それに対する支援はどのようなものがあって、どういう人たちがそれを担っているのか、そういうものについて日本とアメリカで、比較しながら理解していくということですね。そして、そのもう一つ大きなポイントとして、支援する人たちがいるんですけれども、困難にある人たちが、その支援している人たち、もしくは支援するそのサービスというものに対してどのようにアプローチしたらいいのか、どういうところが窓口になっているのか、そういうところについてですね、日本とアメリカでやはり比較して理解していけばいいのではないかと。で、このような比較をした上で、では、ネイバー2ネイバーというのはどのような役割を果たしているのか、どのようにそのユニークな施設であるのかということが理解できるのかなと理解してもらえればいいかなというふうに思っています。そこの部分を考えてもらう。そして今度はですね、逆に日本においてネイバー2ネイバーと同じようなサービスを受けるためにはどのようにすればいいのかといったようなところで日本の現状とネイバー2ネイバーの間を比較することによってよりそのネイバー2ネイバーの社会的意義といったものの理解を深めていくと、そういったところを考えて、そういうプロセスでこのゴールに向かっていこうというふうに考えました。で、まず、セッション1、2、3、これ、事前キャンプの前半に当たるんですけれども、このような形で、ワークを皆さんにしてもらいました。まず、セッション1というのは、オリエンテーションということで、プログラムの概要なんかを理解してもらうということなんですけども、セッション2ですね、これは、アシンクロナスセッション、つまり非同期的ということで、日本の学生とアメリカの学生が違う時間にバラバラに調査を行うということになっています。まず、月曜日16日の朝から昼にかけて、日本の学生はですね、下記のこのような課題に取り組みました。まず、社会的困難、いろいろあるので、ちょっと具体性がないというところで、はじめにですね、貧困であるとか、一人親であるとか、虐待、暴力、ハラスメントであるとか、あとは依存症であるとか、セルフネグレクトであるとか、こういうような個別具体的な困難、それぞれについて、日本ではどのような支援がそもそもあって、どういう人たちがその支援を担っているのか、ということについて調べてもらいました。で、次に、日本で、そのような困難にある人が、もしくはこのような困難を複合的に持っている人たちが、支援を受けるまでにどのようなルート、どのような窓口に相談し、どのような経路をたどってそういった支援を受けるに至るのか、そういったものを調べてもらおうと思いました。調べてもらいました。で、これだけ、ソーシャルイノベーションコースは全学部の学生が対象ですので、こういった分野を専門にしている学生には限りませんので、具体的にですね、こういった経路にたどり着くためのヒントとして、ステップとして、まずソーシャルワーカーとかケースワーカー、民生児童委員という方々が日本にいますよと。で、そういう人たちが、どのような資格を持っているのか、もしくはどのようなスキルといいますか、知識であったり技能であったりとかを持っているのか、でそういう人たちがどのような仕事を日頃行っているのか、そういったことをまず見ていただいて、さらに、行政であるとか NPO であるとか、そういったさまざまな、担い手の人たちがどのようなサービスを行っているのか、そういったところをサーチしてもらいました。また、
ホットラインですね、電話相談とか通報先であるとか、ここになったら緊急でここに電話しなさい、ここにアクセスしなさい、そういったさまざまなところが呼びかけがあるかと思うので、そういったところを調べてもらう、そういったことをしてもらいました。で、それで日本の昼寝が終わって、日本の学生が寝ている間にですね、アメリカの学生さんたちが、同じ内容について、アメリカのケースについて調べてもらいました。でその上で、アメリカの夕方、もしくは日本の早朝になるんですけれども、この時間に、Zoom で、会ってですね、そしてそれぞれの調べた内容について、情報を共有して、どのような点が同じなのか違うのかといったことを、整理してもらったということになります。でさらにキャンプ2なんですけれども、今度はですね、日本とアメリカの学生は違うこと、異なることを調査しました。でなぜかと言いますと、ネイバー2ネイバーという施設は、キリスト教の、ある、ちょっとキリスト教の団体が、作っている組織なんですね。ですからこういった活動はキリスト教における奉仕という、ものから派生して成立している団体です。で日本の学生はなかなかそのキリスト教もしくはそのキリスト教における奉仕という、ことがですねあまり理解しているわけではないので、ネイバー2ネイバーの本質といいますか、どういう体質といいますか、バックボーンを持っているのかということを理解するためには、その存立する基盤であるですね、キリスト教の奉仕というものについて知らなければならないということで、そこに焦点を当てて調べてもらいました。で、ですからその奉仕の意味、そしてそのキリスト教文化において、どのような奉仕活動というのがなされているのか、ね、どのような人たちがどのような活動をして、どのような具体的な組織であったり、支援であったり、サービスであったり、そういうのも提供しているのかというものについてまず調べてもらいました。でさらにですね、今度は宗教、前日は行政であったり NPO であったりということで、ちょっと日本においては宗教団体がそういう社会的なサービス、社会的課題に対するサービスというのをしている例というのがなかなか学生の皆さん方にはピンとこないところがありますので、日本において宗教が果たしている役割というものについても振り返ってもらいました。で一方で、アメリカの学生の皆さん方、この学生の皆さん方は、キリスト教文化圏にいますので、ネイバー2ネイバーの、がどのような社会的意味を持っているのかというのは分かっておりますので、それを前提にして、より深くですね、ネイバー2ネイバーという組織そのものの、母体であったり、背景であったり、そして、ミッション、設立、その事業内容という、N2N 自体の、ネイバー2ネイバー自体の、理解というものに時間を使って、調査をしてもらいました。で、その上で、やはり前日と同じように、アメリカの夜、そして日本の早朝に、会ってですね、お互いの調査内容をお互いに報告し合って、こちらはどちらかというと、そのアメリカの学生に日本の学生の理解が正しいのかどうかのチェックというのをしてもらった上で、日本の学生がネイバー2ネイバーについてより深く知ると、そういうような形の時間として使ってもらいました。でこのような、理解をした上でいよいよフィールドリサーチということになるんですけれども、日本では児童相談所やシェルターやセラピーやグループという個別具体的な支援サービス、もしくは支援している団体で実施形態、そういったものについて調べてもらいました。でもう一つですね、日本において、N2N が行っているような包括的支援を受けるためには、どのような、社会的サービスの組み合わせになるかというものについて考えてもらいました。当時ですね、私どもの事前にその、ネイバー2ネイバーがインターンシップ先として受け入れていただけるという
け入れていただけるということで、事前に訪問をして現地のスタッフの皆さん方からお話を聞いたりしてたんですけれども、その中での、印象としましては、例えばその病気における、総合病院のような、とこなのかなという一つの仮説がありました。ですから例えばその老人の、皆さん方に、孤立を防ぐための社会的なその交流の場を提供したりですとか、あとは、アルコール依存症の人たちを支援するサービスを行っていたりですとか、あとはフードバンクのように、困窮状態にある方々に、食事を提供しますよということで、窓口として来ていただいて、その上でカウンセラーの人たちがその人たちの生活実態というのを聞いて、さまざまなどういう困難を持っているのか、そしてそういう困難を持っている人たちはどこで支援を受けたらいいのかというコンサルティングのような業務をしているというふうに聞いておりましたので、そのような業務について、アンドリュースの学生により具体的な中身を調べてもらい、そしてその調べてもらった中身について、日本側ではじゃあ、どのような施設があるのか、もしくはどれぐらいその包括的なサービスを受けうるのか、もしくは逆にですね、どれぐらい個別に対応していかないと、個別に問い合わせていかないとそういったサービスを受けられないのか、そういった実態についていろいろと調べてもらいました。で、アメリカにおきましても、同じようにですね、児童相談所、シェルター、各種セラピーのように、日本で、具体的な提供しているものが、アメリカではどういうような、担い手によって、例えばどういうような設置者によって、こういったサービスが得られているのかということについて調べてもらいました。でまたですね、ネイバー2ネイバーももちろん奉仕活動に基づいている、福祉団体とはいえ、やはりどれぐらい困難、どれぐらいの困難を抱えている人であれば、どれぐらいの支援をするんだというようなことは当然あるわけですね。でそういった、具体的な中身ですね。つまりどれぐらいの、食料を、例えば何日間分の食料を提供するんだとかですね、先ほど言ったカウンセリングについてはどれぐらい具体的にやっているのかとかですね。あとは、その非常事態ではない、駆け込みではなくて、いろんな方々に、やはりネイバー2ネイバーに行ったら、助けてくれるんじゃないですかみたいなところも、紹介とかでたくさん利用される方は紹介で来るんだっていうお話があったので、具体的にその紹介の中身が何なのかということについて深掘りしてもらいました。で、今のようなことを調べた上で、やはりですね、リサーチ、すいません、フィールドリサーチのズームセッションということでお互いに調べた内容をディスカッションした上で、では次の日にですね、お互い何を調べてくるのかということについて、意見交換をしたということにしてもらったということになります。でその次の日なんですけれども、今度はですね、日本における支援の実態調査ということで、さらにですね、生活保護であるとか、公的な支援と民間による支援というのを探してもらいました。またさらにですね、そこで具体的なそのリサーチとして、日本の NPO 団体やそういうところに対してメールなどで調査すると、こういったこともしてもらいました。でアメリカの学生においては、さらに、日本での実態とかを勘案しながら、さらに、N2N の、支援の実態というものに迫ってもらいました。でそれとともにアメリカにおける、公的な生活支援と民間における生活支援というもう少しその制度的な部分といいますか、その、支援のそうですね、制度に基づくバックボーンというものについても調べてもらいました。でこの1個目の課題につきましては、日本とアメリカで、同じ課題に取り組んでいただいてましたので、それについて日本とアメリカが比較できるというようなところで、社会の仕組みの違い、そういったものについて、
整理できるような、ことを調べてもらいました。でその上でさらに、ネイバー2ネイバーで、自ら実施している支援と、そして、ネイバー2ネイバーのが、大きな建物があるんですけども、その建物の中に様々な NPO 団体がやってきて、で、そこで、そのネイバー2ネイバーの敷地内でいろんなサービスをしているというのもございます。そういった、ものについて、もう少し、広げて、個別のサービスというのを深めてもらいました。で、その上で最終的な、また意見交換と情報交換をしてもらいました。で、このところでちょっとポイントなのが、一応フィールドリサーチ1と2と2日間かけてフィールドリサーチをしてもらって、具体的にはそこまでなんですけれども、この段階で皆さん方に、様々な、社会的弱者の生活実態とその支援や救済についての日本とアメリカの違いが何なのか、でその違いっていうのはどうやって生まれているのか、お互いにそれをその違いに着目したときにお互いに学び合う点がどこにあるのかといったようなことを考察してもらうわけですけれども、その中でもしもっとこの部分を掘り下げたいんだと、いうことがあれば、その掘り下げるべき部分というのも考えてもらいました。でここから先はですね、グループ1とグループ3、グループ4、今回は3つのグループが、調査をしたんですけれども、ここから先の、タスクとしましては、全く同じことを指示しています。でまず、セッション6としまして、これは1日ごとにまたアシンクロナスですね。日本は日本のこと、アメリカはアメリカのことを調べてもらうんですけれども、この1日につきましては、ある種の予備日としています。つまり、背景を調べ、そして、フィールドリサーチということで、実際に何が起きているのかというのを調べ、でその上で、調べ足りないもの、もしくはもう少し深掘りしたいものを自由に研究するための一日として置いています。ですので、ここでまた、丸一日総括をして、考察をして、そして、セッション7からですね、SI レポートの執筆に入ってもらいました。で、その次の日ですね、2日間かけて、SI レポートというのを完成してもらいます。セッション7で一度、日本とアメリカでそれぞれ、レポートを執筆し、そしてセッション8で、会って、そしてそのお互いのレポートというのを突き合わせて、同じ場所、違う場所、もしくは、そうですね、どのようにどちらをどういうふうに書き換えることによって同じ内容になるのか、そういったものを話し合ってもらい、そしてその次の日に、お互いの SI レポートを完成させるとともに、最終発表用のプレゼンテーションを作成してもらいました。で、最終日ですけども、最終プレゼンテーションをして、そして、終了セレモニーをしたと。こういうような形になります。で、この最後の2日間かけて作成していただくソーシャルイノベーションレポートなんですけれども、これは調査研究、これはですね、今回だけではなくて過去の5回の、SI 研修、ソーシャルイノベーション研修すべてでこのソーシャルイノベーションレポート、このような狙い、そしてこのような方法で作ってもらってます。で、ソーシャルイノベーションレポート、日本語版と英語版をそれぞれ作成してもらっています。で、どうしてかと言いますと、日本は日本人のまず視点で日本語で書いてもらいます。そしてアメリカの学生には英語でアメリカ人の視点から書いてもらいます。でそうしましたら、同じことを一緒に研究しながらも2つの視点から、その同じ調査とかテーマへのアプローチというのを書くことができますね。
で、その2つをですね、比較することによって、日本の学生はアメリカの学生から見た時の、その問題、もしくはその調査研究というのがどのようなものであったのかというのを理解することができますし、アメリカの学生は同じように日本の、視点から、それを見ることができます。で、そうすることによって、日本人とアメリカ人の両方の視点から見て、この社会問題はどういう問題なのか、どういう状況なのかというものを両方の視点が含まれたレポートというのが、完成することができるということになります。ですから、まず初日にはアメリカ人と英語版と日本語版をそれぞれバラバラの視点であえてバラバラに書いて、そしてそれを突き合わせて、違う点を整理して、でその違う点について討論をしながら同じ内容になるように書き直していくと、そういうようなプロセスをあえて取っているということになります。で今回の場合も、遠隔でリモートで実施したということではあるんですけれども、やはり同じようなプロセスを踏むことによって、相互の理解が深まるというような形で、研修をすることができたのかなというふうに思います。で最後にですね、このような形でグループさんの皆さん方には勉強していただきました。で先ほど申し上げましたように全体のお話、そして他のグループでどんな学習をしたのかということにつきましては、また他の動画で説明をさせてもらってますので、そちらの方も参考にしてください。以上です。